反面教師という言葉がよくあったんですよ。悪い見本ですね。要するにこうやっちゃいけないっていうことを示すことによって教えを垂れてくれるっていうんで反面教師って言うんですけどね。だから原発事故というのは私たちのライフスタイルを考える上でのとってもいい反面教師だと思っています。政府が大丈夫だっていうのはほとんど大丈夫じゃないっていう証拠なんです。直ちに健康に影響がないということはやがて健康に影響があるよってことなんです。原子炉本体のは安全は確保されてるっていうのは他のところは壊れてるかもしれないっていうふうに読むんですよ。それがメディアリテラシーだと思うんですけどね。もともと私の住んでるところは原発から32キロでしたし、あの原発がとっても古いっていうのを知ってましたから何かあるかもしれない。そしたら一応止まったっていう放送がありました。でも信じませんでした。これまで東京電力も政府も嘘ばっかり原子力については報道してきましたから、またやつらは事故を小さく見せようとして、原子炉が止まったんだというふうに言ったんだと思います。京都に来たのは去年の12月です。それまで群馬県の基本的に長野行ったりいろんなとこ行ったりしましたけれども、モスクワまでも行きました。外れました。私はロシア人と一緒に宇宙に行ったので、ロシアはやっぱり宇宙飛行士を養成するときに放射線の研究をものすごくしてるわけですよね。宇宙生物学研究所っていうのがあるんですけど、そこで検査しろって話を受けて、で俺は金がないって言ったらわざわざ招待してくれてですね、それで改めてまた6月にねモスクワ行ってホールボディチェックをしてもらって、確かにお前は被爆してると、セシウム134と137の被爆はしてるけれども直ちに健康に影響を及ぼすものではないから、なるべくいい暮らしをしなさいというアドバイスをもらって帰ってきました。で今度の事故について言いますと、僕らのこういう形の暮らしっていいのかな。福島で作られた電気、新潟で作った電気、あるいは若狭湾で作った電気、これはみんな大都市向けなんですよ。大都市中心の消費を前提としたもっとたくさんもっといっぱいという発想を僕らがどっかで気づかないといけない。で自然というのは何かっていうと、ずっとそのことによって収奪された存在なんですよ。だからそこと人間との関係を考えるきっかけが、もしいろんな人たちがやたら忙しくなくてね、立ち止まって私たちはなんでこんなに忙しいんだろう、なんでこんなにいつも隣のやつと競争しながら暮らすんだろう、なんでこんな欲しくもないね塩化ビニールのフランス製のバッグをね私たちは何ヶ月もかけたボーナスの中からね使わなきゃいけないんだろう。そういうことにふっとある日のこと気がつく、気づきですね。私たちが気づきがあればチャンスがあると思って、街日本国中ねほとんどアスファルトというか平らな道ですよ。平らな道ばっかり歩いてる足の裏と、こういう凸凹のあるところを歩く足の裏とどう思います？違いが出てくる。その違いっていうのは私たちの脳を形作る。私たちが情報を得た時に必ずしも目と耳あるいは指先でちょこちょこっとねやって誰かとコミュニケートしたってことじゃないんですよ。全身でコミュニケートするんですよ。それは環境ともコミュニケートするんですよ。今日本の各小学校で田んぼの学校っていうのはいっぱいやるところが増えてる。田んぼの学校って言って今農業だったら機械でやってますよ。だけど田んぼの学校の時子どもたちは手植えをしますよ。手植え。これは何か。人間という自然、そして苗という自然、そして大地という自然、これが出会う瞬間なんですよ。これはロマンチックな話なんです。現実的な話なんです。そのことによって何かが子どもたちに伝わってくる。
ここが私のプロフェッサールームです。